今日は僕が実際に所有しているワールドシャウラリミテッド5本の中で使用頻度が高い番手、逆に今は出番が少ない番手についてお話ししていきます。ワールドシャウラリミテッドってスペックを見てると正直どれも欲しくなりますよね。どれもかっこいいし、どれも強そうだし、この番手があればあの釣りができる、こっちの番手ならあの魚も狙える、そんな感じでね、どんどん欲しくなってしまって、私もね5本揃えたわけですけれども、ただ実際に買って実際に釣り場へ行くとなると、やっぱり出番ってね偏ってきたりもするんですね。これはねロッドの性能がいい悪いとかではなく、自分が今どんな釣りをしているのか、どんな場所に行くことが多いのか、誰と釣りに行くのか、そういう現実的なね釣り方によってかなり変わってくると思います。今回はね僕が持っている5本を実際に使用頻度でランキングしながら話していきます。そして最後に使用頻度とは別に、この中から1本だけ残すならというのが実際使用頻度が多いものとは異なっているのでそちらもねお話ししていきたいと思います。なので今回はね単純なランキングだけではなく、僕の釣り場、妻との兆候、サーフ、堤防、船釣り、大物狙いまで含めてワールドシャウラリミテッドの番手選びについて、かなりね本音で話していきます。まず最初に前提としまして、この番手がいい、この番手がダメという話ではないです。全部いいロットなのでね。ただいいロットと実際よく使うロットは少し違いますよね。釣りってスペックだけでは決まらないじゃないですか。釣り場の広さ、足場、投げるルアー、狙う魚、それから1人で行くのか、家族と行くのか、友達と行くのか、撮影をしながらなのか、荷物が少ないのか、そういう条件でね実際に手に取るロットっていうのは、違ってくるかなと思うんですけど、今僕が持っているワールドシャウラリミテッドはこの5本です。 1652R3、 1701FF3、 2832R3、 2754RS2、 21053R3 です。この5本を自分で所有してみて実際に釣り場に持って行って使っています。もちろんそれぞれ使う場所も違うし向いてる釣りも違うんですが、現状僕の釣りでは出番の多さにかなり差が出ています。ではね早速、5位からいきたいと思います。第5位、一番使わないロットですね。はい、こちらになります。2701FF3 です。はい、こちらの商品となります。 2701FF ですね。これね皆さん意外だなと思った方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、2701ってかなり汎用性が高くて、最初のスピニングの1本にはかなり最適な1本でもあるんですけれども、まずねここで誤解してほしくないのが、2701が悪いわけじゃないですね。むしろ僕はかなり好きなロットの1本になります。ワールドシャウラリミテッドの中では繊細さもあるしパワーもあるし、公式のルアーウェイトも6から 30g まであるので、ライト寄りの釣りからある程度しっかりした釣りまでできます。ただ今の僕にはハマる場面がちょっと少ないかなっていうところですね。これが一番大きいです。最近の僕はね妻と一緒にサーフに行くことが多いんですけど、大場所のガチサーフというよりは小場所のサーフだったりとか、近くに堤防があったりとか、ちょっとゴロタっぽい場所があったりとか、そういうおかっぱりの場所が多いんですね。そうなるとどうしても遠投性能だったりちょっと長さが欲しいなっていう場面が増えてしまいます。 2701FF でもね全然できないことはなかったりもするんですけどね。でも遠投する釣りはねちょっとサーフが絡んできたりすると、堤防とかも絡んでくると、僕はどうしても少し長い番手がね使ってしまうので、2701の出番がちょっと少ないですね。ただ 2701FF3、これはね釣り方が変わればかなり出番が増えると思っています。例えばボートとかバス釣り、あと小場所の釣りとかややライト寄りの釣り、僕が使う時は東山港エリアなんですけど、かなりの大型の伊東とかが入ってるエリアで、これを使ったりもしますね。こういう釣りにはかなり使いやすいと思います。あとワームを使った釣りとかもかなりこれ繊細にできるのでやりやすいかなと思います。実際今度僕また西伊豆に船に乗る予定があるんですけど、その時はねこの2701を持っていく予定です。まだねシーズンに入ったばっかりで釣り物は決まってないんですけれども、ライトジギングっぽい釣りとか旗釣りとか、あとちょっとしたキャスティングもこなしてくれるので、これが1本あればね海ではかなり使えるので、やっぱ船では取り回しも命なので、やっぱ7フィートぐらいの竿が使いやすいですね。なので2701は今の僕の釣りでは出番が少ないロットという感じですかね。ここはかなり大事です。好きだけど今は出番が少ない。でも釣り方が変わればまた一気にね主役になる可能性も秘めています。そんな位置づけの2701FF、 これが5位でした。第4位は 1652R3 です。これも意外だったんじゃないでしょうか。これもかなり
バーサタイル性の高いベイトならこれ1本っていうロットなんですけれども、こちらね今ちょっと出番が少ないですね。理由はね 2701FF とほぼ同じような感じなんですけど、かなり万能に使えるモデルでパワーもね段違いなんで 2701FF と1652があれば大体の釣りが成立します。公式スペックはルアーウェイト 10g から 50g PMAX3 号まで使えますので、かなり幅広い釣りに使用することが可能です。バス、ボート、船、小場所、川、ボートシーバスなんかもできますし、ロックフィッシュなんかもねこのロットでかなりいけるんじゃないかと思っています。ただね先ほども言いましたが、僕はね今釣りはおかっぱりのサーフ、堤防がちょっと多くなってますね。そうなるとやっぱもうちょっと長さが欲しいなと。特にね妻と2人で釣りに行く時って僕がね1人でガチで釣りに行く場所を決めるというよりは、妻も行きやすくて一緒に行って楽しいとか、釣り以外も含めて行きやすい、そういう場所になることが多いんですね。そうなるとね、エントリーしやすくてサーフが近くにあって、堤防もあってちょっと移動すれば別のポイントもあるよみたいな、そういう釣りになりやすいですね。あとおトイレとかコンビニ近いですよみたいな、そういう場所になるとねやっぱり近くだとちょっと海が多いんですね。海で使うとなるとちょっとおかっぱりだと 1652R3 が少し短いなという場面が出てきます。全然使えるんですけどね、どうしてもちょっと長いロットの出番が増えてしまうので、この子もねちょっと出番が減っているところですね。もちろん船に乗るときは別ですね。さっきも言いましたが、船釣り今度行く西伊豆の船釣りも1652、2701と一緒に使うつもりなんですけど、かなり出番が増えると思います。実際次の船も持っていくつもりですし、魚のサイズによっては違うロットを持っていくかもしれませんが、ボート、船なんかはねこれもかなり入ってくるかなと思います。なのでね1652もね今はランキングで4位ですが、ロットとしての評価が低いわけでは全くございません。釣り方が変わればまた上位にねかなり来る番手だと思っています。なんなら今ベイトにあるラインナップではこれが一番おすすめかな。もうちょっと長いのがあったらまた違うかなと思いますけど、第3位は 2754RS2、第3位ですね。これは僕の中ではかなりヘビーバーサタイル寄りの番手で、持ってるラインナップではかなりのお気に入りです。公式スペックでは 12g から 60g を投げることができて PMAX4 号が使えます。数字だけ見ても分かる通りかなりの強い番手です。実際私が投げてるのはね、10g ぐらいから100とかオーバーで余裕で投げてるんですけど、そのぐらいのスーパーロットです。このロットは毎回気軽に持っていくというよりは、強い魚がいるかもしれない時とか、大物を想定する時とか、ぶっこ抜きたい、ちょっと高い場所でもぶっこ抜きたいとか、シイラ、カツオ、青物みたいな魚が絡む可能性がある太いラインを使いたい、そういう場所ではかなり安心感があるので、ヘビーバーサタイルロットとしては結構使いやすいので。でも妻と一緒に行く兆候が最近多いので、そういう場所は小場所とか、サーフはね高いところからぶっこ抜くというよりはずり上げるので、そこまでパワーがなくてもいい場合が多いんですね。なので使用ランキングは今のところ第3位となっております。ただねこの 2754RS は後で話す、もし1本だけ残すなら、ワールドシャーリミテッドを1本だけ残すならっていうテーマではかなり重要な番手になってくるところですね。それでは第2位です。第2位はよっ、はい、21053ですね。サーフや大場所、遠投が必要な場所ではめちゃくちゃ強いロットになります。公式スペックではルアーウェイトが10から 50g、 PMAX3 号と1652と同じウェイトスペックになっております。10フィート6インチの長尺ロットなので、おかっぱりからしっかり飛距離を出したい時にはかなり頼りになります。大場所のサーフ、広い堤防、波をかわしたい場所、足場が少し高い場所、遠くのナブラや潮目を狙いたい、そういう場所では21053の出番がかなり増えてきます。ただ21053はかなり強いんですが、ちょっと専用ロット感もやっぱり出てきちゃうところはありますね。これは悪い意味ではなく、役割がしっかりしている、はっきりしているという意味なんですけれども、大場所のサーフ、遠投、長尺パワー、そういったね専用ロットに寄っていく感じです。逆に言うとね、小場所のサーフだったりとか、近くに堤防があったりとか、堤防の上から振るってなると、10フィート6インチがちょっと長い、隣に人がいたりする堤防とかだとやっぱり煩わしかったりもするので、ちょっと長いかなって思う時もあります。さっきは妻言ってますけど、妻と一緒に行く時はやっぱりね取り回しやすい、移動しやすいロットとかがやっぱり重要になってくるんですね。すぐ駆け寄ったりとか、すぐ教えに行けたりとかしたいので、そうなるとちょっとこうもたついてたりすると煩わしかったりもするんですね。とはいえ最近サーフに行くことが多いので、風も波も全部突っ切って
ってぶん投げたいっていう時はもうこれが一番。これからの時期カツユやシイラなんかもね岸に寄ってくるので、こいつの出番が増えてくるとは思います。今日は大場所広大なサーフに行くよっていうのが決まっていればもう必ずこいつを持っていきます。こいつが第2位です。はい、では第1位発表です。第1位 2832R2 でございます。今の僕の釣りでは一番こいつの出番が多いです。理由はシンプル。おかっぱりの汎用性が一番高いと私が感じているからです。公式スペックではルアーウェイト8から 40P2 号。僕の中では今の釣りにはかなりハマっている状態です。何でもやりたいよって時は2832がちょうどいいんですね。長すぎない短すぎないロングキャストもいける、ある程度の小技も使える。僕の中ではおかっぱりど真ん中っていう感じで、現状は今一番使いやすいロッドです。こういっためちゃくちゃ小さいルアー、これ 8g のメタルシャルダスなんですけど、こういうめちゃくちゃ小さいルアーから、40g のメタルジグ、こいつも使えますし、さらにちょっとウェイトオーバーですが、こういうビッグベイトなんかも使えちゃうっていうね、何でも使えるロッドになってます。この差ですよ、この差。はい、でかい魚を作ってるやつがいる時も小さい魚を作ってるやつがいる時も投げやすいですね。しかもこれがねちょうどメタルシャルダス 8g なんで、こっちのメタルジグが 40g なんで、ちょうどウェイト内でもかなりの幅が引かせられるっていう感じですね。すごいですよね。飛距離も出るし、魚をかけた時の強さもあります。よいしょ。でもね強いんだけど硬いわけではないんですよ。結構ムチみたいな感じで、強いロッドって魚を弾いてしまうイメージもあると思うんですけど、ワールドシャウラーリミテッドもワールドシャウラーもスコーピオンもそうなんですが、他のシャウラ系統スコーピオン系統よりはちょっと張りがあるんですが、うまく使えばかなりちゃんと曲がってくれます。僕の場合は P1 号から2号ぐらいを使うことが多いので、軽めのルアーから 40g のメタルジグまで使える。公式上は8から40ですが、僕の体感としては 5g とかも投げられるし、上の60も投げられます。もちろん一番気持ちよく投げられるのは適正ウェイト内なんですけど、適正ウェイト全部がちょうどよく投げられる感じがするんですよね。だいたい適正ウェイトってどっちかが投げにくいとかあるんですけど、これに関しては適正ウェイト内なら全部投げやすいっていう感じです。適正ウェイト外はもちろん自己責任で投げることになるので、あんまりおすすめはしないですけど全然投げられます。でもさすがワールドシャウラというかね、ワールドシャウラらしいというか、適正ウェイト前後にも余裕がある感じ。この余裕がね釣り場でいろんなものを使う時に便利なんですね。今の僕は妻と一緒に釣り行くことが多くて、そうなると僕が一人でね今日は絶対にこの釣りをすると決めていくよりは、ある程度幅を持たせることが多くなってきます。妻が行きたい場所、行きやすい場所、一緒に楽しめる場所に行くことが最近多くなってるんですね。その時に21053とか21055みたいな、21055は持ってないんですけど、長尺ロットだとどうしてももう専用ロットになって、サーフに行くしかなくなるじゃないですか。サーフ専用、青物専用、大場所専用みたいになってくると、2832はそこまで専用ロット感が強くないというか、海のおかっぱりバーサタイルに使うにはもう超もってこいな番手なんですよ。小場所のサーフとか堤防ゴロタ、ちょっとした河川、ライトシュアジギング、シーバスとかチヌとかもマゴチとかもいけるし、この間ちょっと行ってきたんですけど、青物が絡むのもやってきました。そもそも釣りって何が起こるか何が釣れるかわからないっていう、特に海釣りはあるじゃないですか。その辺を1本で回れる感じっていうのがね、これはあるかなと思います。僕の中では2832は、ザ・おかっぱりバーサタイルっていう感じですかね。この5本の中から1本だけ残すならどれを選ぶか、この間ねテーマにもしたんですけれども、今の釣りだけで考えるならもちろん一番使用頻度のある2832か、もしくは21053になるんですが、ただ条件変わりますと、本当にもう今後ワーシャ1本しか使えません。船も行く、おかっぱりも行く、今後いろんな釣り行く、遠征行く、大場所行く、もしかしたら海外も行くかもしれないとかなってくると、もう 2754RS に軍配が上がります。はい、もう1本でじゃあなんとかするぞっていう時は2754持ってくって感じですね。対応ウェイト幅も大きい、船でも使える、おかっぱりでも使える、大物が来ても安心感ある。そして僕自身、15g12,3g ぐらいからルアーを使うんで、そう考えると今ね毎回持っていくのはこの2832ですが、本当に1本だけ残すんだったらもう2754っていう感じになるかなと思います。よく使うロットと最後に残したいロットが必ずしも同じではないっていうのは、皆さんもねそういうのあると思うんですよ。
一番使ってるわけじゃないんだけど、このロット好きなんだよねっていうのがあると思うんですよね。このスタイルが好きなんだよっていうのが、そういうのありましたらぜひ私にも教えてください。もうそういう話をしながらも酒が飲みたい。で、持ってないけど気になる番手があって2753なんですね。で、僕補足すると2753は持ってなくて使用レビューとしては断言できないんですけど、ただ番手の立ち位置だけ考えると船もおかっぱりもやりたい、2754ほど強くなくていい、もう少し幅広く現実的に使いたい、そういう人には2753か2752あたりが結構いい選択肢になるんじゃないかと思ってるんですね。もちろん持ってないのであくまで想像になるんですけど、僕自身2754のこの長さはかなり便利だなと思っていて、船もおかっぱりもいける、中途半端といえば中途半端なんですけど、何でも使いたい1本ってなってくると、7フィート半っていうのは結構強いんじゃないかなと思ってるんですよね。なのでね、7フィート半シリーズを持ってる方もしいらっしゃいましたら、こんな感じで使ってるよとか、実際ボートでも、おかっぱりでも使えるよとか、いやなんだかんだどっちつかずで他の番手欲しいよとか、ちょっといろんなコメントをいただきたいんですけど、7半シリーズ持ってる方いらっしゃいましたらぜひコメントください。で、ここまで話した上でもしこれからワールドシャウラリミテッド1本買いたいっていう方は、僕は自分が一番行く釣り場から逆算した方がいいと思ってます。実際は汎用性が広い番手を探すというより、自分が一番行く場所でどれを持っていきたくなるかっていう方が、結構大事かなっていうのは思いますね。おかっぱり中心でもうサーフ、ゴロタ、河川まで広く使いたいなら2832とか2831がいいと思うし、大場所サーフ、遠投重視ならもう絶対に21053とか2953あたりも候補になると思いますし、船、ボート、バス、小場所もやるんだったら 2701FF1652R の出番は増えると思います。強い魚ね、大物のシイラ、カツオ、青物、このあたりがメインになってくると2754とか2753とか、あとサワラとかもそうですよね。この辺が安心感のあるラインナップになりますし、僕みたいにね、家族兆候が多い妻と行くよっていう釣りなら、その家族がどこに行きたいのかとか、どんな場所だったら楽しいのかとか、そこから選んだ方がねいいかなと思います。で、僕はじゃあなんでこんなラインナップを持ってるかっていうと、僕めちゃくちゃ釣り初心者でいろんな釣りをやってみたい、これからの人生でいろんな釣りにチャレンジしたいと思ってるから、まずロットを買ってこの竿を使いに行くぞ、俺のやりたい釣りは何なんだっていう感じで買い揃えてるんですね。今現状は、妻と行く釣りが多い、妻と一緒に行きたいなっていう感じになってるので、小場所のサーフ、堤防周りが増えました。結果的にね2832の出番が増えましたよっていうことですね。だから番手選びって魚種だけじゃなくて自分の生活とか誰と行くかとか、そういうのでもね変わるんじゃないかなと思います。結果的に一番使うのは2832、一番使わないのは2701になってますが、これはねこっちが悪いとかこっちがいいとかそういうわけじゃないです。このね春から夏にかけて絶対2701使う頻度増えてくると思いますし、でおそらくロックフィッシュが絡んでくると1652も入ってきて、でシイラ、カツオが入ってくると2754が増えてくると思います。ワールドシャウラリミテッドはねスペック見てると全部欲しくなるじゃないですか。もし自分のね釣りが決まっているのであれば、自分が一番行く釣りでどれを持っていきたいか、行きたくなるか、これで考えた方が後悔はしにくいのかなと思います。皆さんが一番使っているワールドシャウラ、スコーピオン、ワールドシャウラリミテッド、逆に好きだけどあんまり使ってない番手あるんだよなっていう方いたらぜひコメントください。僕もね今後船釣りやボート、バス、いろんな釣りをしていく中でこのランキングはねコロコロっと変わっていくんじゃないかと思いますけれども、その変化も含めてまたね僕このロットたち一生使う予定なんで、またね報告がてら動画にしていきたいと思います。このチャンネルは普段こういったワールドシャウラリミテッドの話、釣り道具の話、妻と行った釣りの動画、一人寂しく行ったソロの釣りの動画、釣りキャンプなんかをね今後もやっていきたいと思っております。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンで応援していただけると非常に励みになります。ハイプでの応援もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。